Welcome to ヒーリングモーセ。はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。そしていつも見ていただいている方、チャンネル登録、高評価、コメント等をとても励みになっております。さて今日なんですけれども、今日は久しぶりにグランタブローで1週間の流れを見ていきたいと思います。はい、選んでいただきたいのは左から1番、2番、3番です。左から1番、2番、3番です。はい、それではグランタブロープラスタロットで1週間の流れ、しっかりと深掘りしていきます。はい、じゃあ1番の方、リーディングしていきたいと思います。今日は 9×4 のグランタブローを見ていきます。はい、じゃあまず見えたことからお伝えします。あなたがここ、あの人がここ、距離感は近いんですけれども、今連絡が少し取れていなかったりとか、音信不通だったりとか、そういう感じがあるのかなって感じがしました。ちょっとこうトーク、連絡っていうのが今休憩中っていうものが出ているんですね。で、あなた1番の方は、すごくこうマイペースであの人のことを待つとか、自分の生活をしているっていう感じが見えていて、そしてあなたの過去を見ていると、とても疲れていたり、恋愛で喧嘩をしたりっていう形になっているので、今そういう過去の、イライラとかそういうものから解放されて、少し穏やかな状況になってきたのかなって感じが、まずするかな。で、あの人はっていうとですね、ヘビと本とフォックスに囲まれているんですよね。なのでこう複雑な恋愛の方だったりとか、お相手様にパートナーがいる可能性がすごく大きくて、もしかしたら喧嘩の原因がそういう異性関係だったりとか、そういうことも考えられるし、あの人が今動きたくても動けない状態なのかもしれない。なんかすごくなんて言うんでしょうね、睨まれているというか、そういう感じがする。あの人の近くにね、子供のカードもいるので、なんとなく家庭とか、誰かいるのかなとか、そういう感じがまず見えました。で、あなたとお相手様の間にハートもあるし、本もあるしっていうことなので、やっぱり複雑な恋愛の方がもしかしたら多いかもしれません。そしてですね、123、そうですね、後ほどセブンデイズの流れを見ていくんだけれども、まだ1番のあの人っていうのが今週は少し動きにくいかもしれません。まだ日々に睨まれている状態っていう感じが出てるので、落ち着くまでそうですね、123、もしかしたら今週末ぐらいから何か動き出せるような状態かもしれないんだけれども、今のところはまだあの人自身ちょっとしんどそうな、非常に見張られているような、そういう感じがしています。そしてですね、はい、今週の、1番の方の流れなんですけれども、恋愛の面で心配事があったり、
ということはまず出ています。そしてやっぱりね、週末なんですよね。週末にかけてあなた自身がすごく元気になれたりとか健康になれたりっていう感じがしているので、そしてここに復活愛のカードとか、こう突然よりが例えば戻るとか突然の連絡の可能性もあるから、それがもしかしたら週末ぐらいなのかなっていうことが見えているかな。アクシデントがなんかね起こってた人ほど今週嬉しいハプニングになるかもしれないっていうことが出ています。そしてあとは、今週の、あなたっていうのが非常に食欲とか、旺盛になってくるかなと出ているので、もし一番の方が今ダイエット中であれば少し食欲が旺盛になりそうなので気をつけてた方がいいかもしれないって出てるんだけれども、これだけしっかり食べれるっていうのはあなたの元気の源になるかと思いますので、そういう意味では健康運は良さそうな感じがしています。じゃあまず今あなたが自分でお仕事をしている方、アルバイトパートの方から見ていきたいと思います。カードをね探しています。おっと素晴らしいですね。ご自分で仕事をされている人、パートアルバイトの方が今船の上に太陽が出ているんですね。なので今っていうのはあなた自身がとてもやる気だったりとか強運に満ち溢れていると出ています。非常にカリスマ性があったりとかエネルギーがあったり成功する、そういうものがね出ていて、そしてね未来の流れもすごいんですよ。星とリングが出ているので、ここに太陽と星が出ています。あなたの仕事運として。なので今されている仕事っていうのがあなたにとって本当にとてもやりがいのある楽しい仕事、非常に人から憧れを持たれたりとか注目を持たれたりとか、なんか今していらっしゃるところでは案外なんて言うんでしょう、あなた自身が非常にインフルエンサーというか有名人なんじゃないかなと思っています。で過去の流れを見てると案外辛かったんですよ。非常に辛くて私はどうしたらいいんだろうっていうものがあるんだけれども、そこを乗り越えて今がある。よく頑張ってきたなって感じがします。特に去年の秋、長いですね、約1年間ぐらいずっと模索していたように見えるんですけれども、ようやく本当に日が当たってきてあなたの人気が出てきている、そういうふうに見えます。そしてあなたが会社員サラリーマンの方であればというところで見ていきたいです。ここですね。会社の中に例えば好きな人とかお付き合いしている人とかがいらっしゃるのかなって感じで、なんかあの人のカードといわゆるあなたのライバルみたいなそういう存在の人がなんか近くにいるような感じで、案外仕事がしにくかったりとか人間関係が少し疲れている、こじれている、そんな感じがするんですね。ライバルがいたり敵がいたりとかそんな感じで、あなた自身も非常に嫉妬が強く出やすい状態かもしれません。で今っていうとすごくいろいろなものが風通しが良くなると出ています。いろいろな連絡が来たり通知が来たりとか、
あと今週は、お休みっていう方、お休みが多いっていう方も多いかもしれないんですけれども、いろいろなやり取りが多くなる。もしかしたら会社に行くともうメールがすっごい溜まってるとか、そういう人もいるかもしれません。で、今週の流れがですね、特に恋愛かな。なんか嬉しいこと、幸せなことが起こるというふうに出ているので、何らかのサプライズがあったりとか、感謝があったりとか、喜び事があったりとか、そういうメッセージが入ってくるって出てるので、会社の中で昇進だったりとか、嬉しいニュースとか、そういう可能性もあるような感じです。なんかいいですよ。過去の流れよりはすごく風通しが良くなっていくのかなっていう風に出ています。そして今週のあなたの金運なんですけれども、もしかしたら例えば過去はあなた自身なんか家の遺産とかを受け継ぐっていう風に出ているので、そういう意味では不労所得的なそういうものが入ってきた人とかもいるかもしれません。で、今っていうのはあなた自身が少し行き詰まっているとか不安を抱えているというふうに出ているんですね。なんとなく見通しが立たなかったりとか、ちょっと不安曖昧とか、そういうものが出ているので、あなたが今いろいろ勉強してるのかな、このいわゆる金銭的なものに対して、だからこそいろいろな不安とかが出てきているのかなって気がする。で、今週なんですけれども、いろいろな集まりとかイベントとかが起こる感じがします。例えば公園だったりとか、例えばパーティーだったりとか、例えば遊園地だったりとか、なんかそういうところでおしゃれをして出かけていくっていう風に出ているので、そういう意味では交際費というものにお金を使っていくような、そういう感じがしています。そしてあなた自身が非常におしゃれにお金を使うっていう可能性もあるので、メイク、美容室、パーティー、秋のお洋服、そういうものになんか有意義なお金を使えるのかなっていう感じがしています。なので、今週の流れというのは、なんか週末、特に金曜日ぐらいからかな、後でタロットで一緒に見ていくんですけれども、非常にいろいろな人の出会いとかがあって楽しい1週間になっていく。ただ火曜日から木曜日ぐらいが少し不安が大きくなってしまったりとか、なんか見通しが立たないような、そういう出来事が出てきているかもしれませんという感じかな。じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒に流れを見ていきたいと思います。はい、じゃあ1番の方のセブンデイズのリーディングをしていきます。こちら左から月曜日、そして日曜日までルノルマンとタロットで出しているんですけれども、まず1番の方、今週の大吉があって、まずね、水曜日が超大吉です。水曜日大吉の金曜日もいいな。金曜日もむちゃくちゃ大吉の、日曜日はね中吉。いいですよ。いいな。いいです。まずね、この3日がすごくよくって、あとは月曜日もいい方です。いい方。逆に気をつけてねっていうのが火曜日と木曜日。
この時だけが少し気をつけてね。どういうことかっていうと、火曜日はなんかなんでこんなことに例えばお金使っちゃったんだろうとか、そういうものがあったりとか、自分の中で案外いろいろな情報に振り回されてしまって、いろいろ動いてしまうような、そういう感じがあるので、火曜日っていうのはしっかりと自分の足で立って考えて動くっていう形の方がいいと思います。なんかいろいろ例えばあれしてこれしてって言われて動くっていうよりも、一旦立ち止まってみて、それが本当に必要かどうかみたいな、無駄な時間とか無駄な行動とかしないようにっていう感じかな。いろいろ細かく動き回って、疲れたみたいな感じになる可能性があるので、まずそれが火曜日なんですよね。そしてあとは木曜日があなたにとって特に仕事、金銭的なことで、漠然とした悩みとか不安とか、そういうものが出てきそうなんですね。なので、木曜日に関しては、あなたは自分では成果がなかなか出ないとか思ってる部分があるかもしれないけれども、いやいや大丈夫みたいな、あなたの考えすぎだよ、心配しすぎだよっていう感じが出ているので、木曜日に関してはそれ以上深く考えない、木曜日はディープにマイナスに考えがちになるので、もうそこでストップみたいな、そういう感じがいいかなって感じです。で、月曜日なんですけれども、クマとソードのページが出てるので、なんかお休みの方も多いかもしれないんですけれども、美味しいものを例えば食べに行ったりとか、あとは出会いもありそうですね。どっちかって言ったらちょっとがっちりした方、そういうものもあるかなというふうに出ているので、なんか月曜日は忙しくて刺激がある一日になるのかなと。そして火曜日はいろいろ気をつけてねっていうのが多くて、水曜日が大吉、むちゃくちゃいいです。ルノルマンの月と、女帝のカードが出ているので、あの人と深い関係になるとか愛し合うとか、そういうのもとても出ているし、あなた自身がすごく、インスピレーションが湧いたりとか、とてもロマンチックなデートができたりとか、素晴らしいロマンスがある一日になるかなっていう感じが出ています。特に、夜のデートとか夜の出会いとかすごく良さそうです。そして金曜日、この日もね大吉で、戦車と庭が出ているので、これは旅行に行くとか、あとは今まで出会ったことがないようなタイプの人と出会う可能性もあるかもしれません。いろいろな集会とかイベントとかパーティーとかすごくいいし、なんか人脈がすごく広がりそうっていう風に出ているんですね。なので金曜日はぜひいろいろな人と出会うこと、それをすごくおすすめしたいです。なのでこのね水と金は大吉、そして月曜日と日曜日もいい日なんですね。日曜日とか特にあなた自身が穏やかに過ごせるというか、私はこれがやりたかったんだっていう目標が出てきたりとか、頑張ってることの成果が生まれたりっていう感じになりそうです。ちょっとごめんなさい、前後してしまったんですけれども、あとは土曜日か。土曜日は、これはコウノトリと、ソードの7が出ているので、交通機関とか車とか、
そういうものには時間に余裕を持ってっていう風にも出ているし、もし旅行に行かれる方も同じく時間に余裕を持って、行ってください。あとは引っ越しの準備とか引っ越しの計画とかされている方は、とにかく書類だったりとか、もう物件とかもしっかり細かいところまで見るようにっていう、そういうことを言ってくれているような感じがします。今週なんかいろいろな連絡とか恋愛の面が特に幸せそうな、いろいろ私は動けないように見えたんですよ、一番の方って。でもひょいと連絡が来たりとか、思いがけずデートができたりとか、あとは出会いっていうのもある可能性があるかもしれません。そして今週のラッキーカラーはこういう黒とかグレーがラッキーカラーになっております。お守りとして身につけるのもいいと思います。はい、これが1番の方へのリーディングです。はい、2番の方リーディングをしていきます。今日は 9×4 のグランタブローになります。まずあなたのカードがここです。そしてあの人のカードが一番ラストに出て、であなたとあの人の間に釜という、これはトラブルとか喧嘩っていうことも考えられますし、もしかしたら今離れたりとか、別れたり、何らかのアクシデントがある人もいるかもしれないし、もしかしたらお二人の間で何か大きな決断をしたっていう方もいるかもしれないんですよね。かもしれなくで、ただあの人が、これからどういう流れになっていくかっていうと、この恋愛とかプレゼントとか、あなたを喜ばせること、そういう祝福、ごめんなさい、喜びとか祝福とか、なんかそういうあなたを喜ばせたいっていう流れになりそうな気がするんですよね。なのでもしあなたとお相手様の間に、これは例えば喧嘩とかそういうトラブルだったら、あの人の方からあなたに来てくれるのかなっていう感じがします。そしてあなた自身も恋愛においてやっぱりすごく今好きな人がいるとか大切な人がいるっていう風にあなた自身も思ってるし、誰かのことをサポートしたいとか、そういう気持ちも出ているので、やっぱりおそらくこのお相手様のことがやっぱりあなたにとってはとても大切な人なんじゃないかと思っています。で、あなたの未来の流れっていうのはここに本というカードが出ているので、どっちかというと受け身であの人からの連絡を待っているとか、動きを待っているとか、あとこの本っていうのは文字を表すので、スマホを片手に連絡くれないかなとか、待ってるって感じがするんですよね。自分から動くっていうよりもあの人からの動きがあるのを待つのかなと、そう思いますので、私はあの人から動きがあるんじゃないかなこれはというふうに思っています。で、実際のそうですね、ここ恋愛のことでハートを見ているんですけれども、お二人の関係がやっぱりここに太陽が出てるんですよね。お二人はおそらくあなたとあの人は運命の人だし、すごくやっぱつながってる、同じような感情だったりとか、好きっていう気持ちがすごく出てるかな。お互いにやっぱり情熱がある、
同志というか、そんな感じがして、今週この恋が前に動き出すとか、連絡があるとか、この恋の行き先を決める、そういう感じがするんですよね。あと追い風になってくれる感じもするし、もしかしたら、旅行とか2人の関係が一歩前進する、連絡が来る、そういう感じがするので、やっぱり恋の流れは今トラブルの渦中にあったとしても動いていくだろうと思います。でもし今あなたとお相手様がすごくうまくいっていて、問題ないよ、大丈夫だよっていう方は、急なアクシデントとかには気をつけていた方がいいかもしれないというふうに出ました。でもきちんと仲直りとかはできると思います。でちょっと気になったのが2番の方の健康面かな。健康面が少し、これが体が疲れてるかな。なんとなくあなた自身がしっかりと自分自身を癒せてない部分、そういうものがあるのかなっていうふうに思っています。食事が入らなかったりとか、無理なダイエットとか、そういう風なものも気をつけてくださいね。じゃあ今週の仕事のことから見ていきます。まずご自分で仕事をされている方、はい、ご自分で仕事をしている人、今までの流れすごく良かったですね。何か大きな変化とかイメチェンっていうものが成功したのかなっていう気がしています。で、今またお客さんとかがどんどん拡大していったりとか、若い方から年配の方まで来てくれたり、あなたのファンになってくれたりっていう感じで広がっていっています。ただ今週少しやっぱりあなた自身忙しすぎたり頑張りすぎたりハードになりすぎたりっていうことで、体と心両方疲れてしまうような感じです。こういう時はグリーンのものとか、あと漢方とかもねすごくいいんですけれども、あとお守り、神社に行くとかもいいかな。あなたの仕事の後押しというのをしてくれそうだし、オンとオフの切り替え、それをおすすめしたい感じです。そして会社員の方、サラリーマンの方見ていくんですけれども、はい、今まで人間関係とかもとてもよくって、仕事もとても楽しいというふうに出ています。で、また今週新しい、人が入ってきたりとか、あなたの、業務が新しいことが増えたりっていうこともありますし、中途入社の方とかそういうふうな方とかも来るような感じがしています。で、仕事がすごく忙しくなるというふうに出ているので、忙しくなった分残業代とかそういうのはね潤ったりするかもしれないけれども、かなり体が疲れそうと出ているので、自営の方も会社員の方も同じカードが出ているので、頑張りすぎには要注意かなっていう感じです。そして金運なんですけれども、はい、まずあなた自身とても金運に恵まれています。ただ今週は思いがけず使ってしまったり、ここまでって予算決めてたんだけれどもそれ以上になってしまったりっていう可能性もあるようです。で、未来の流れは家と手紙が出ているので、例えばご実家から何か届いたりとかですね、プレゼントとかもそうですし、なんか優しい手紙とともに届くって出てるので、宅急便とかが
届いたりとか、そういう優しい気持ちになる人とかもいるかもしれないなというふうに出ています。使いすぎには注意とは出てるんですけれども、でもそうだな、今までの蓄えがあるので使ったとしても全然プラスなんですけれども、ここがやや予算を決めといたらそれの中で収まるようにっていうことがいいのかなと思っています。後でセブンデイズの流れ見ていくんですけれども、今週はね、なかなか幸せな1週間になるのではなかろうかと思っています。はい、2番の方のセブンデイズのリーディングしていきます。上がルノルマンカード、下がタロットカード。月曜日から日曜日までの流れを出していきます。まずですね、プラスいいなって思う日が火曜日、木とワンドの9が出ていて、嬉しい連絡、待っていた連絡が来るという風に出ています。あと木曜日がルノルマンの魚と吊るされた男、頑張ってきたことの成果を受け取るという感じ。あと週末、土曜日と日曜日はいいですね。コウノトリとワンドのページ。あなた自身、遠方から嬉しい連絡が来ますよとか、嬉しいお誘いが来ますよとか、前向きになるようなメッセージが来るというふうに出ていて、そして日曜日にはあの人から何か連絡を受け取ったりとか、あの人と楽しい時間を過ごせたりとか、もしかすると出会いがある人もいるかもしれません。そういう意味では火曜日、木曜日、土日はプラスの日、いいなと思います。で、月曜日は花束、これ恋愛のカードと、あとソードの4というカードが出てるので、恋愛のことは無理しないでねとか、現状維持とか、少し恋愛のお休み期間というふうに出ているので、今は自分の時間、自分の仕事、そういうことに目を向けていた方がいいかもしれません。火曜日にはね、おそらく連絡とかあるんじゃないかなというふうに出ています。水曜日がルノルマンのタワー、ルノルマンのタワーと、こちら死神のカードが出てるので、水曜日はあなた自身がマイペースで進んだ方がいいかなとか、大きな変化とか自分の道を決めるっていうよりは今まで通り、それをおすすめしたい。どっちかっていうと攻めよりも守りの一日かな、マイペースで過ごした方がいいかなっていう感じが出ています。あと金曜日が、この日が手紙のカードとカップの8が出てるので、少し悲しい出来事とか、ちょっと嬉しくなかったなっていうニュースが入ってくるかもしれないので、何らかのリスケに、例えばスケジュールがなってしまったりとかで、今日デートだったんだけれども急遽会えなくなってしまったりとか、そういう感じがあるかもしれません。ちょっと残念になるような感じがあるかもしれないんだけれども、おそらくこれは週末きちんと巻き返してくれそうなので、そういう意味では楽しみと思っていいと思います。繰り返しになるんですけれども、火曜日は木とバンドの9が出ているので、ほっとするニュースとか待っていたニュースが来る可能性が大。そして、木曜日は魚と吊るされた男が出ているので、頑張ってきたことの成果を受け取ったりとか、あとあなた自身の体がすごく
こう動きやすいというか、エネルギーがある日かなっていうふうにも思うし、アルコールとかにもご縁がある日かもしれません。そして土日は、こう前向きになれたり楽しい時間が過ごせるというふうに出ているので、こう非常にプラスの週末、楽しい週末になるかと思っています。はい、そして今週のラッキーカラーはこういう柔らかいピンクです。これがあなたにとってのラッキーカラーになりますので、例えば、下着だったりとか、例えば、それこそローズクォーツの何かを身につけたりとか、そういうのも良さそうです。はい、これが2番の方へのリーディングです。はい、3番の方のリーディングをしていきたいと思います。まずあなたのカードがここにあります。そしてあの人がここなんですね。いわゆる同じラインにいて、そしてルノルマンのタワーと庭とコウノトリが出ているので、関係性が安定しているような感じがします。でもしあなたに例えば子供がいたりとか、あとはあの人に例えばライバル、例えばどなたかがいたとしても、あなたがいわゆるここにヘビっていうのはコウノトリにすごく弱いので、あなたの方が優勢というか、ライバルに打ち勝つっていう感じが出ています。なので複雑な恋愛をしていたとしても、あなたの方が強いっていう言葉よりも、あなたの方をあの人が大切にしてくれるというか、そんな感じがすごくするかなというふうに出ています。で、あの人自身が今すごく忙しかったり、どこかに行く、旅行、引っ越し、駐在、いろいろなのを、決めるとか決めたいっていうふうに出ていて、実際新しいスタートを送ってる人もいるかもしれませんね。で、あの人自身がすごく幸せって言ってるんですよね。これがあなたとの関係がすごく穏やかになったとか、あとはあなたにプロポーズしたっていう方もいらっしゃるかもしれないし、よりが戻ったとか、きちんと付き合い始めたとか、あの人にとってあなたがすごくプラスの存在になってるのかなというふうに出ています。で、そうですね。すごくあなた自身が若く見えるというか、すごく可愛らしい心をずっと持っていらっしゃる方のような気がしますし、キラキラしてるような、そんな感じも見えますね。そういう意味では、非常に輝いている、そういう風に見えます。で、気になるのがあなたの3番の方の健康面が少し気になるかなと。何か長い持病だったりとか、そういうものを、気をつけてくださいねっていう感じもします。もう少し日に当たった方がいいのかな。そういう感じもあるし、あとはきちんと病院に行くこと、それもおすすめしたいなというふうに思っています。で、今週の恋愛が、やっぱり今ってすごく恵まれている時、非常にチャンス
がある時というふうに出ています。もしライバルがいたり、そういうふうになったとしても、少し心がくじけそうになったとしても、コウノトリがねヘビを食べてくれて、ライバルが気にならない状況になるかと思いますので、そういう意味では、本当にあなた自身が元気になれるとか、前向きになれるとか、2人の関係がより次のステップに行くというふうに出ているので、もう全然この日々の存在は気にしなくて大丈夫かなという感じがしています。かな。はい、じゃあ、3番の方の仕事のことから見ていきたいんですけれども、まずご自分で仕事をされている方、アルバイトの方から見ていくと、過去すごいですね。ものすごく頑張ってきて、きちんと結果が出ているっていう風に出ているんですね。で、今週はあなたにとっていわゆる異性のお客さんが増えてくる、売り上げが伸びるという風に出ています。そして、今週の流れは、その流れが、いわゆるいい流れがそのままキープできるのかなっていう風に出てるので、今より上がるっていうよりは、今の状態がキープできる、そういう風に見えますし、あなた自身の、人懐っこさだったりとか、あとあなたと同じ生まれの人とか、故郷が一緒の人とか、そういう方たちとの今週仕事のご縁が生まれる可能性も高そうな感じです。いいと思います。そしてサラリーマン、会社員の方はと言いますと、はい、あなた自身がとても輝いていますね。すごくセンスがあるし、アートとか美しさとか、そういうものの仕事をされている方とかもいるかもしれませんね。とてもいいものを作り出せるとか、売り上げがすごく伸びるとか、会社の中であなたがすごく際立ってるような、そういう感じが見えています。で、今週ちょっとメモだったりメールをきちんと読んでいなかったりとか、そういう若干のボンミスなどは気をつけてください。あとここにフォックスが出ているので、これね、賢い女性という意味もありますし、あとは洞察力があるっていうふうにも出ているので、こういうボンミスをいつものあなたに戻ればきちんと防げると思いますよっていうことを言ってくれているような気がします。はい、そして今週の金運なんですけれども、旅行に行く、旅立つ、そういうところにお金を使う方が多いかもしれません。あとは実家に帰る、そういう方もいるのかなというふうに出ていて、もし実家に帰るっていう方はお墓参りとかぜひおすすめしたいです。あなた自身の金運とかをすごく見守ってくれてるというふうに出ていて、あとご両親だったりおじいちゃんおばあちゃんからの何か見えない援助みたいなのもすごくあるので、非常に3番の方っていうのはご加護がある方、すごくたくさんの人が3番のあなたのことを気にしているとか見守ってくれているというふうに出ています。じゃあ今から月火水木金土日で1週間の流れ、タロットとルノルマンカードで見ていきたいと思います。はい、じゃあ3番の方のセブンデイズのリーディングしていきます。上がルノルマンカード、下がタロットカード。月曜日から
日曜日までの流れを見ています。まず今週のいわゆる大吉の日、大吉の日は月曜日、水曜日、日曜日です。月水日はすごくいい。で、逆に気をつけてねっていうのがここかな。木曜日、金曜日、この時は特にあなたにとってストレス、精神的なきついなとかしんどいなとか、そういう感じのストレス、自分を責めてしまったりとか、そういうもの。あとは木曜日に関しても行き詰まりだったりとか、精神的に追い詰められるような、そういうものが木金ってあるかもしれないんだけれども、でももう一回言うんですけれども、それ以外の日、特に土曜日にはこの辛い状態からカムバックしそうなんですよね。そして日曜日にはものすごく新しいスタートとか旅立ちとか、目標に向かって頑張るエナジー、パッション、そういうものが出ているので、ここは週末には乗り越えれるのかなっていう感じが出ています。まず月曜日、ルノルマンの月、恋愛のカードとコインの2が出ているので、月曜日恋愛面とかもそうなんですけれども、あなたの、ホルモン、女性性とか、あなたの人気とか、そういうものがきちんと少しずつ安定してくる、そういう風に出ています。また若干のホルモンのバランスの崩れとかはあるかもしれないけど、少しずつ整っていくのかなという風に出ています。で、火曜日が忙しくなりそうですね。火曜日、鳥とワンドの10が出ているので、しなきゃならないこと、やらなきゃいけないことがすごく手一杯になると出ています。どちらかというと連休明けの方が多いかもしれないので、そういう意味ではすごくメールが例えば溜まっていたりとか、これしなきゃあれしなきゃみたいな、そういうことも多いのかなという感じで、水曜日がこれは出会いもそうですし、連絡もそうですし、新しく何か始まるっていう風にも出てるんですね。もうあなたがとても愛されるとか輝くという風に出ているので、恋愛の始まりとか出会いの始まりとか、嬉しい連絡が来るとか、告白されるとか、お誘いがあるとか、そういう感じかなと思います。で、この木金に関しては、すごくね疲れたりとか精神的な疲れっていうのが出ているんですけれども、土曜日からはその状態がようやく健康を取り戻すとか、元気になるとか、平和が訪れるっていう感じが棺桶とワンドの4が出ていて、そして日曜日はこちら木とカードとワンドのエース、もうこの目標に向かって頑張るとか、非常に自分の中でやりがいとか、エネルギーとかが湧き出てくる、その目標に向かって頑張っていくというふうに出ているので、頑張れそう。この木金をきちんとあなた自身が乗り越えていけそうというふうに出ています。3番の方の今週のラッキーカラーは綺麗なグリーンです。実際に観葉植物を買ってみたりとか、グリーンのアクセサリーだったりとかパワーストーンとか、そういうのを身につけるのもおすすめだなというふうに3番の方にお伝えしたいです。はい、これが以上となります。どうぞ素敵な1週間をお過ごしください。
1番の方の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。まずあなたがここ、ご主人がここで、そして子供のカードここですね。なんかご主人とすごく今こう密になってるって出てるので、今お子さんがいらっしゃる方はすごくこうパパとお子さんがこう仲がいいとか、パパに懐いてるっていう可能性もあるし、赤ちゃんを待っている方はどうもですね、パパさんの近くに赤ちゃんがこう来てくれているような、そういう感じがするんですね。そして赤ちゃんが今何かこう伝えたいことがある、言葉がある、何かメッセージがあるっていうふうに言っていて、それがいつもそばにいるよとか、今までもずっとそばにいたんだよっていうことを言っていて、で赤ちゃんの潜在意識がもうすぐ飛んでいくからねっていうことを言ってくれてるので、なんかすごくこの赤ちゃんがとても一途な子だなっていうふうに思いました。で赤ちゃんの未来の流れがこのクローバーっていうカードが出てるんですね。でクローバーっていうのがこう幸福感とか、あなたのことをこう守ってくれているこうお守り、そういう感じもするし、こうなんか楽にこう気楽に待っていてねって、緊張とかじゃなくって、なんかこう気持ちを楽にして待っていてねって、私はすぐ行くからねっていう感じが、いいニュースを届けることができるからねって言ってくれてるから、なんか赤ちゃんが来てくれるのがなんかもう本当にすぐ近くに来ていてくれているのかなっていう感じがしています。で今こうあなたとご主人の間が少しコミュニケーションがうまくいっていなかったりとかするかもしれないんですけれども、今週そうだな、なんかこの会話が少ないとか、会話が今あんまりコミュニケーションが行われていないっていうことであれば、ここをぜひ今週は解消していただけたら、赤ちゃんはかなり、こうポジティブな流れで待ってくれているのかなっていう感じがしています。はい、これが1番の方へのメッセージです。はい、じゃあ今度は2番の方の今週の赤ちゃんのこと見ていきます。あなたのカード、ご主人のカード、そして、子供のカードがすごく近くにいるんですよね。で赤ちゃんがすっごくこのあなたとご主人のこの家をものすごくこう恋しがってるんですよね。早く行きたいとか、理想のパパとママだっていう風に思ってくれてるんじゃないかな。今お子さんがいる方はそれこそお子さんにとってすごくこう居心地のいい家庭っていう風に見えますし、赤ちゃんを待っている人にとってはこう早く行きたい素敵な家っていう風に出ています。で赤ちゃん自身過去がなんかね行きたかったんだけど、道がこうつながったり消えたりっていう風な感じでなかなか行けなかった、こうあやふやな感じだったって言っています、道が。でも今回はこうきちんとつながってるんですよ。こうママとのこうつながりというか、こう鍵がきちんと赤ちゃんが持ってるので、もうママのところに行けるよとか入れるよっていうことをすっごく言ってるかな。で今あなたとご主人の間にもしかしたら喧嘩があったりとか、予期せぬハプニングとかそういうものがあったり、そういうのがあるかもしれないんですけれども、ご主人の方からなんか仲直り、そういうものが、今週はあるような感じがするので、すごくこう柔らかい感じに包まれているかなと思っています。なので流れはいいんじゃないかな。赤ちゃんが扉を開けてママのところに行きたい、行く、そういう風に言っているみたいです。
楽しみですね。はい、これが2番の方へのリーディングです。はい、じゃあ3番の方の今週の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。あなたがここ、ご主人がここ、そしてもう赤ちゃんがね、あなたの真上にいるんですよね。いやー、すごいですね。もうあなたの真上にいるんですよ。そしてなんか過去を表すところにはコウノトリが出てるので、もう赤ちゃんのエネルギーにすごくこう満ち溢れているような、そんな感じなんですね。で、赤ちゃんがこう頑張って山を登らないといけない。これがそうですね、こう卵巣とかになるのか、赤ちゃんがあなたのところに行くまでにややこう困難な道っていう風になっているので、妊活をされている方とか不妊治療をされている方、きっとあなたが3番の方が頑張ってる分だけ赤ちゃんも頑張ってるっていう風に出ているのかなという風に出ています。で、赤ちゃんのエネルギーはものすごく強いんですけれども、ちょっとだけ時間がかかるかも。これがですね、10月の第2週以降にね、リングというカードが出ているので、あと1ヶ月ぐらいはこうあなたもご主人も赤ちゃんもそれぞれに皆さんがこう一つの目標に向かって頑張っていってるって出てるので、こう少し長い目で赤ちゃんのことを待ってあげていてもいいのかなというふうに思っています。すごいです、この赤ちゃんエネルギーは。そして赤ちゃんの生きたいっていう気持ちもとても強いので、きっとこの赤ちゃんはこういうふうに頑張って頑張って頑張ってきて、あなたとこうつながれるんじゃないかというふうに思っています。で、ご主人との関係もとても良好です。なので本当にあとは赤ちゃんのことをこうのんびりとマイペースで待ってあげていたら大丈夫かなというふうに出ています。はい、これが今週の3番の方の赤ちゃんのこと以上となります。